こんにちは。いにしえのネイリスト中山千恵子です。今回はサロンワーク動画最初から最後までいきます。まず今回のお客様はですね、ワンカラーのデザインです。で、ワンカラーは私基本ご予約オフジェルもしくはリペアジェルの場合もなるべく1時間前後1時間ちょっと過ぎぐらいで終わるように予約を取っているんですけど、なかなかね1時間ぴったりちょっと過ぎちゃうかないつもという感じで、ちょっと時間計りながら動画も編集してみたので、どのぐらいかかるのか、1時間切れるかな、ちょっとね頑張ってみます。で、今回はお客様を削っていく前はねあんまり浮いてないかなと、色がね乗っているので、そんなに浮いてないかなって思ったので、リペアでいこうかなと思いまして、今回は表面を削っていきます。で、あと前回のサロンワーク動画のコメントにいつもコメントありがとうございます。とても楽しみに読んでおります。後編楽しみにしてますって書いてくださったのに、あの動画後編ないんです。ちょうどね長さ出しをするところだけを撮っておりました。申し訳ないです。せっかく楽しみにしていただいたのにすみませんでした。今回はね早速なのでちょっと違う動画なんですけれども、見ていただけたら嬉しいです。でね、表面も削っていきます。こちらのお客様のね、この前回のデコボコしたデザインはジェルで作っているので、アクリルと違ってねやっぱり削っていくのとても早いですね。これアクリルで作っているとね結構時間かかります。硬いので。なんですけどジェルなので結構サクサク削れていきます。でね、ちょっとねこの薄くそろそろなってきて、カラージェルが徐々に減ってきてから、もしかしたらちょっと思ったよりも浮いているかもしれないという予感がしてまいりまして、でもちょっとリペアにしようかなと思ったので、もうちょっと削っていってみたいと思います。なんかちょっと根元の方、指によってもしかしたら結構浮いてるかもしれないです。一旦ね先端を丸く整えていきます。この指はねそんなに根元浮いてますっていう見た目ではないんですけど、ちょっと乳白色に濁っていて心配だったので、試しにファイルを当ててみたところ、ポロポロめくれるようにね剥がれましたね。もうパカッと浮いてきてしまっている時はもう真っ白な感じになっているんですけど、あともう一歩で浮きそうだなみたいな時にちょっとね乳白色っぽくなってる時があって、今の小指はそんな感じでしたね。で、こちらの人差し指は逆にもう結構根元が浮いていたので、アクリルニッパーで浮いてる部分全部切って、なんかあれですね、そんなに残ってないがここは本当に先端ほんのり残ったところはファイルで地爪とつながるように削ってという感じで整えていってみました。なんか今回は本当思った以上にどの指も浮いてしまっていて、先端がね少しついていたので残っていたような感じですね。なんか夏だからかちょっと浮きやすくなっちゃったのか、原因考えてみます。ここで一旦もう片手に移りたいと思います。もう片手も他の作業もすべて今回撮っておりますが、もう片手はね早送りでサクッと進めていきたいと思います。
はい、サクッと片手終わりまして、ドライケアいきたいと思います。まずは甘皮を押し上げていきます。キューティクルニッパーで甘皮を整えたらプレパレーションが終了となります。もうすでにここで42分ですね。今やっぱジェルネイルは塗るよりこの事前の下準備とジェルまたはリペアで結構時間がかかってしまっているので、ここら辺が私もちょっと負けそうかな。今後とも頑張っていきたいと思います。というわけで、それではジェルネイル塗っていきます。まずはプレプライマーを爪の表面に塗って、爪の表面の油分や水分を調節してからベースジェルを塗っていきます。この後ももう片手もすべて映ってますが、もう片手は全部早送りでいきます。それでは冒頭でお客様と一緒に選んだお色を塗っていきます。で、こちらのカラージェルはですね、結構色濃いめの暗めのくすみカラーなんですけど、シアーカラーなので、一度塗り目だと二度塗る前よりも思ったよりも透け感があるのと明るさがあるので、一度塗り目の多分時点でお客様は心配しちゃうかなと思ったので、お客様にも二度塗ることでより暗くサンプルのお色になりますというふうに塗りながら説明をしています。それでは二度塗り目を塗っていきます。二度塗るとですね、やっぱこの透け感が結構なくなるシアーカラーなので、色味の発色とこのちょっとダークさ、くすみ感がよりくっきりパッキリ出るので、お客様にね一度確認してもらって大丈夫だったので、このまま二度塗り目を進めていきます。それではトップジェルを塗っていきます。今回はですね、ハードジェルのトップジェル使っております。この後ね、もう一回私いつも最後に使っているノーワイプトップジェルも塗っていくんですけど、ハードジェルかなりね、輝き綺麗です。あと、傷もつきづらいので、
ノンワイプトップジェル塗らなくてもよかったのではと後々思いました。ノンワイプトップジェル塗っていなければ56分ですね。ちょっとこの後ノンワイプトップジェル塗っていきます。少しデコボコ感気になったので、ノンワイプトップジェル本当は厚塗りしない方がいいです。薄付き推奨しております。効果熱結構熱いのでね。なんですけど、気になっちゃったので、ちょっと足したので、ハンディライトでね、さっと少しだけ仮効果してます。あまりね、長い時間当ててしまうと、効果熱結構出ます。熱いです。なので本当に1、2秒ぐらいかな。本当に軽く当てて、それ以上は、いつもだったら5秒ぐらい仮効果当てるんですけど、5秒も当てずに、さっとだけ仮効果して、軽く熱を逃がしてもらってから、大きいライトに入れます。じゃあもう片手もノンワイプトップジェル塗ったら、ワンカラーの付け替えが完成となります。いやー、ワンカラーの付け替え、サロンワーク1時間をね、目標に頑張っているのですが、もうちょっとですね。色を一緒に選んでる時間が2分半ぐらいあったので、それでもね、ちょっと飛び出しちゃってますね。こんな感じでワンカラーが完成となります。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。もしチャンネル登録まだの方いましたら、ぜひチャンネル登録もしていただけたらとっても嬉しいです。それではまたね。